長らくお待たせいたしました。21053に引き続き、今回の番手は、こちらになります。2754ですね。カツオやシイラビッグゲーム用のね、昭和の船に乗って使うようなロットなんですが、私実はこれ色々と思い入れがありまして、今回だいぶ前に注文していたんですけれども、届いたということで今回開封していきたいと思います。こちらがねお買い上げいただいた方たちは皆さんはねおそらく大物をねカツオシイラをね夏に狙いに行くんじゃないかなと思って間に合うように一応ちょっと開封動画を作ろうかなとこのタイミングになってしまいましたけれども、開けていきましょう。早速開封動画ね何回見てもワクワクしますね。では行きましょう。オープン。はい、やってまいりました。このゴールドのねチャックのついた高そうなボックス。21053じゃない2754ですね。見たことない方のためにねちょっと箱も見せておきましょうか。こんな感じになっております。このチャックの部分がねやはり高級感のあるね箱になっております。今回ねパワーロットなんかも何本か出ていて、前回ね21053を開封したんですがケースが違いますよね。21053はこういう袋のケースになってて、2754はこっちのいつもの箱のケースになってますね。長さで言うとちょっと21053の方が短いのかね。箱の違いもちょっと見ていただこうかなと思うんですけど、サソリのマークは変わらずですが、はいこんな感じの違いはありますね。こっちはかなりしっかりしてて、こっちは合皮のね軽いケースですね。持ち運びはこっちの方が楽かな、ハードケースで持っていくことはほぼないので、これはもうほぼお家に置いてあるんでこっちを使うことはそうそうないかなと思いますが、これでね持ち歩くのもいいんじゃないでしょうかね。これをパクられるっていう人もいるらしいんでね、このケースだけなので皆さんお気をつけくださいませ。では早速開けていきましょう。はい、保証書と一緒に出てきました。よいしょ。いつものサソリのねロットのやつがついてますね。これね21053にはついてなかったので、ロングロットにはもしかしたらついてないのかもしれないですね。僕これ結構好きなんでワールドシャールを買うたびに「それのロットベルトだやったー!」って言ってるんですけどではこちら開封していきましょう。はい、見てください。この、まずね一番大事なサソリのエンブレムですね。こちらのこれがねリミテッドの輝きでございます。でハンドルとかバットの部分は、他のとそうそう変わらないかな。2754なんでやっぱり結構太いっちゃ太いけど、やはり軽さはこのリミテッドの振り抜けがシャープなね部分はあるんじゃないですかね。僕実はいろんな思いがあってこれを買ったんですけど、今回もねちょっとこちらも見ていきましょうね。しっかりと竿先まで入っているチタンコーとね相変わらずのギャラクシーということで、僕これを買った理由として一つね皆さん知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、以前私使っていたスコーピオン2704を折ってしまってですねびっくりした。折れた。はい、こちらです。折っちゃったんです。バットから結構ねねじれた感じで折れちゃったんで限界値だったのかなと思うんですけど、これね僕が悪いんで折っちゃったのはしょうがないんで、これどうしようかな迷ったんですよね。直して使うか別の竿を買うか。正直先っぽが海の底に行っちゃったので結構厳しいなっていうところがあって迷っていたらちょうど2754が出たのでこっち使ってみようかなということで、こいつの生まれ変わりとして2754を買いました。で2704僕結構好きだったんですけど、なんでかっていうとヘビーバーサタイルのロットの割には結構軽いのも投げられたんですよね。スコーピオン独特のこの柔らかさみたいのもあったので、その柔らかさもあって何でも使えるなと思って使ってたんですけど、そんなに魚を釣らないうちに折ってしまいましたね。早速ちょっとつなげて、で2754やはりちょっと張りが強いですね。かなり張りが強い感じになってますね。ちょっとディテール細かいとこ見ていきます。ハンドルがやはりこのギャラクシーので、このガイドリングが結構大きいのがついてるのがワールドシャウラ系統のね。こっちがね竿先の方ですね。これが X ガイドですね、先っぽの。でやっぱり根元のリングが結構大きいなっていう感じはしますよね。見た感じは他のワールドシャウラリミテッドのハンドルとそうそう変わらない気はします。次は比較していきたいと思います。
はい、これが2832ですね。で、21053の時も2832と比べたんですけど、ほぼ一緒ということで、21053の方がちょっとその太めではあるかな。こうストレートっていう感じですね。2754はやっぱちょっとくびれてる感じがあって、ちょっとセクシーな感じになりますけど、21053はストレートで、バットのこの部分の方の長さがやっぱ長いので、この部分はなんかビッグゲームのね、あれがついてますね。ちょっと今出してみましょうか。2754と21053の比べたハンドルはこんな感じで違いますね。やっぱり21053の方がちょっと太い。で、バットに関してはやはり21053の根元の根元の方がもちろん太いですね。かなり長いのでベースを支えるので太くはなってますが、2754のいいところはヘビーバーサタイルの結構幅広く使えるっていうところだと思うんですね。皆さんはボートでシイラ、カツオあたりを狙っていくのかなとは思うんですが、僕ちょっとおかっぱりのナマズとかもやるから、かなり大きめのナマズとか、あと青物が回ってきてる時とか、正直7フィート半ぐらいでぶっこ抜けるぐらいのが欲しかったっちゃ欲しかったんですよね。どのぐらいまでぶっこ抜けるかは分からないんですけど、割と乱雑に扱っても折れないのが欲しかったので、振った感じやっぱちょっと硬い。村田さんが好きな方がおそらく買うことが多いと思うんですが、村田さんのテレビとか YouTube とか見てらっしゃる方は分かると思うんですけど、セールフィッシュ狙ったり、シイラ、カツオの結構大きいのを狙ったりするのにこれ使ってるんで、かなりパワーはあると思うんですよ。リミテッド系って結構柔らかいんですけど、これはだいぶ張りがある感じだと思います。21053は割とこう胴が柔らかそうだったんですよ。ちょっとまだ投げてないんですけど、2704もこの後投げに行きますが、結構これは張りがあるんで強いと思います。で、確か村田さんが言ってたのは4番って書いてあるけど、これ5番ぐらいの強さあるよっていう話だったんですよ。で、僕村田さんのオンラインサロンに入ってるんで、質問したことがあったんですけど、僕ワールドシャウラの1754を持っているんですね。ベイトのタイプの。で、あれが結構強くて100とか120とか130とかブンブン投げながら、おかっぱりで遊んでるんですけど、で、どっちが強いですかって言ったら同じぐらいって言ってたんで、ベイトの。なので結構強いと思います。だから後でちょっと投げる時に、120とかもいけんじゃないかなと思ってますね。ただかなり軽さはあるので、こちら適用ウェイトが12から 60g になってるんですね。で、12から60って結構幅広いというか、海で使うルアー大体使えるじゃないですか。ただこの針なんでちょっとどうなのか、パワーが強すぎる感はあるから、あんまり繊細な釣りには向いてないとは思うんですけど、なんかバスのスピナベ投げたりとかするのも全然いけるんじゃないかなと。もちろん3番とかの方が使いやすいのかもしれないんですけど、いわゆるヘビーバーサタイルとか、あとは根魚根っこから引き剥がすのもちょっと強すぎるかな、4番だとね。曲がらなそうな感じするんで、パワーで使いたいロッドとしてはいいんじゃないかなと思いますね。で、リミテッド系ってかなり張りがあるけど柔らかいんですね、スピニングだと。僕1本だけベイトの1652を持っていて、それがかなり張りがあるんですよ。で、ベイトリールも初心者なんで結構曲がらないと投げにくかったりして張りが強くて、僕1652は本当に 40g とか 50g とかそのぐらいの方が投げやすいんですよ、曲げるのに。初心者の人は多分一番最初にリミテッドのベイトリールのやつ2番とか買うと曲がらないから投げにくいかもしれない。僕が初心者なんでそう思ったんですけど、スピニングだったらある程度投げられるので、こっちはちょっといけるんじゃないかなとは思ってますけどね。で、このロッドにつけるんだったらおそらく C5000 かSW6000、8000とかの方もいらっしゃるでしょうけど、僕は今 SW6000 持ってないので、まだそこまで巨大なものを釣る釣りにまだいけてないので、C5000 でできる範囲で一番強い竿っていう感じですかね。ちょっとバランス見てみましょうかね。毎回恒例の C5000 でバランス取ってみたいと思います。ではちょっとバランスを取ってみましょうか。かなり手元で重さ取れるかも。かなり手元でバランス取れる感じですね。ここになってます。だいぶ持ちやすいは持ちやすいですよね。やっぱりリミテッドのいいところはこう軽さと感度と、この手の差は感度いらない気もするけど、かなりしっかりしてますね。かなり強い、これは。張りが強いですよ。ただなんか持った感じはもしかすると SW6000 の方が良さそう。この
頑丈さのしっかりさが全然耐えられそうというか余裕でしょうね。 C5000 でも全然いいと思うんですけど SW の方が多分しっくりはくるかもしれない。このがっしり感がすごいんで。21053はね C5000 がちょうど良さげなバランス感覚だったんですよ。なんか持った感じ、振り抜けの感じとか。2754はもしかすると SW でもいいかもしれないですね。どなたか合わせてみて動画にアップしていただけると嬉しいなと思います。では早速これちょっとテストで投げてみたいと思います。じゃあ2754をやっていきます。さっきね21053を投げたんですけど、今度は2754でいきます。13g のジグヘッドのフェザージグです。これの、適合ルアーが 12g からなんで、まあ適合範囲内ということで。うおびっくりした。さっきすごいごめんなさい、21053がその差がすごすぎて今ちょっとびっくりしました。硬っこれ2754ね、もちろんそのセイルフィッシュとかシーラとかまあバケモン釣るようなんでその硬いに決まってるんですけど、思ったより硬い。ただなんかこの安心感めちゃくちゃあるし、普通に飛ぶ。 13g のジグヘッドでこんだけ飛ぶんだったら全然使えるな。懐が深いっていうところではスコーピオンとかの方が柔らかいんで使えるかもしれないですけど、飛距離はねすげえ飛ぶ。弾丸のように弾き出すようなシャープさがやっぱリミテッドはあるのか、一瞬でパーンってこう弾くような乾いた弾道というかすごいなと思う。はい、じゃあ次はサイレントアサシンの99 14g かな。まあこのぐらいのミノを使うこともおそらくあると思うので、ただ結構硬いですよやっぱ。おお飛ぶね、すげえ飛んでく。もうちょっと軽いルアー持ってきてもよかったかも、加減を知る意味では。今から120とか130も投げますけど、これでも結構なポテンシャル持ってますよ。感度もやっぱ短いし、すごいリミテッドって独特ですよね。おお、感度もあるんだけどその柔らかさもあるし、弾き出すそのシャープさみたいなのもあるので、使いこなせればすごい使いやすいと思う。おお、これ船で使ったらすごいだろう。かなり大物とかかけてみたいですね。はい、全然これはもう許容範囲ですね。普通に使えますわ。 14g から全然使えるということで。はい、じゃあ次ストロングアサシン 25g ですね。このサイズのミノを使うという方も多いんじゃないでしょうか。これ振りかぶれれば結構飛ぶだろうな。はい、さすがジェットブーストがついてるやつはめちゃくちゃ飛ぶと思います。やっぱそうだな、このやっぱガイドリングの配置とかが抜けがいいんですかね。今 2.5 号のリーダーも40ポンドかな。ストレスなくジャカーンって飛んでいく感じです。一応今ガイドの中に入るようにやってるんですよね。でキングノットだったかなこれ。全然スーッと抜けてきますね。第2か第3ガイドあたりのリーダー巻き込む感じでやってるんですけど、あまりリミテッド系とかシャウラ系とかだとその糸の太さがデメリットになりにくいっていうところはあるんじゃないかなと思います。でかなり硬いんでスパーンと抜けていくような。21053はどちらかというと無知のようなしなり感覚でいうと2832とかにすごい似てたんですけど、2754はかなりバットパワーもあるしかなりパワーはあるんじゃないでしょうかね。はい、じゃあ次は弾丸ソニックの 30g ですね。メタルバイブがねどのぐらいのこうプルプル感が出るか、まあ飛んでいくでしょうね。よっ、はい、弾丸ボン弾丸飛んでく。はい、こんな感じですね。ちょうどいいかな。 30g のバイブレーションを引いてこのぐらいの曲がりですね。かなりバットから中間は硬いですね。これ RS になってますけど、多分ガチで曲がった時は RS なんでしょうけど FF とは言わないですけどファーストテーパーみたいな感じなんで、僕結構こういうの好きなんですよね。曲がる時はがっつり曲がるんだけど、操作する時は軽いルアーとかミドルぐらいだったら竿先だけちょっと曲がるみたいなすごい好きなんで、これやっぱり僕のちょっと好みですね。このパワーの割にやっぱリミテッド軽いので、そうですね、まあもちろんそのアジングロッドとかそのシーバスロッドの軽いやつと比べたらそうでもないのかもしれないんですけど、僕はこのパワーを持ってる上で軽いっていうのがすごいワールドシャラのいいところだと思うんですよね。はい、お次はフィードポッパーの 30g ですね。これ確かシンキングだったと思うんですけど、船とかだとねこういうの結構皆さん使うかなと。ポッパーのね使用感ちょっと見てみましょうか。ポッパーはおおめちゃくちゃ飛ぶなこのポッパー。正直メタルバイブより飛んだ感じするな。
これシンキングだったと思うんですけど、うわこれはいい。やっぱりその竿先は入りすぎないですけど操作感がめちゃくちゃいいんで、これいいな。やっぱ軽快にポッパーを使ったりするのは、これ見せられてたらよかったな。今度2カメで来ようかな。これ全然いけますんで使いやすいですよ。すごいポコンポコンって、ボートとか船で、シイラとか狙う時はいいかもしれない。このフィードポッパーとめちゃくちゃ相性良さそう。すっげえ飛んでくし、楽しみだな。夏皆さんね2754使ってシイラとかやる方いらっしゃると思うんで、そういう方ねぜひ楽しみに。でも相当な魚じゃないとこれ多分バットまでも上がんないと思いますけどね。これめちゃくちゃ硬いんで棒かなみたいな感じします。でもこれ多分使いやすい。ポッパー系ってこう竿がちょっと入り込まないとね弾いちゃったりするんで、このリミテッドのちょっと竿先が入るのがいい感じかもしれない。これはすごく使いやすいですね。ぜひ皆さんもフィードポッパーの 30g と合わせて使ってみてください。みんな大好きモンスターショット 95S40g、 はいね、皆さんこれね使う方も多いんじゃないでしょうか。おかっぱりからそして船からねモンスターショットぶん投げたり、みんな青物を狙ったりするんじゃないかなと思いますが、行ってみましょう。これはいけるでしょ。はい最強、はい最強。どこ行った。モンスターショット強すぎだろこれ。飛距離で言えば多分21053のが飛んでるとは思うんだけど、全然使える距離だと思うんだけどな。これサーフの波を避けたりするのにはもしかすると21053の方がいいと思うんですけど、すごい飛んだこれ。おかっぱりで何かやるのも全然やっぱりこう7号のこのパワーは僕はすごくいいと思いますけどね。このちょっと中にリーダー入れてみましょうか。はい飛んだ、はい飛んだ。全然もう索敵範囲内ですね。これあんまりいないと思うんですけど 40g ぐらいの新片投げてバス釣ってもいいと思うんですよね。もしかしたら釣れると思うんですよね。ナマズ釣ったりとかこうゆっくり巻いてくれば多分釣れると思うから、霞ヶ浦でやってみようかなこれめちゃくちゃ飛ぶな。やっぱモンスターショット強いっすねこれ。うわーはるか彼方ですわ。僕が行くようなテリトリーのサーフだったら全然使えますね。ただ波が高いところはちょっとこう避けられないと思うんで無理かなとは思うんですけど、やっぱりこれ僕が思った通りいろんなものには使いやすいかなと。小さい魚以外はですけどね。次はメタルジグの 60g ですね。これが最大ウエイトにはなりますが、そんなのは無視してね 60g のメタルジグはちょうどいいんじゃないですか。おーあっぽーん。はい飛んだ。やっぱりちょっと短い分やっぱ21053よりは 60g で使ってもこう全然いけます。こうしゃくってもちょうどいい感じですよね。強さが。一回ボトムつけてみようか。すごい浅いんであんまり参考にならないですけど、全然しゃくり軽快に使える。長くないとちょっと厳しいっていうね。メタルジグも全然いけるんじゃないですかこれ。弾き出すのにはちょうどいいぐらいの重さかなと思いますメタルジグ。長さがないからちょっとダートねしたりは難しいかもしれないですけど、ワンピッチジャークみたいのする分にはやりやすいんじゃないかなと思います。 60g のメタルジグ、ちょうどいいですね。じゃあここからウェイトオーバーをやっていきたいと思います。では次フィードポッパーの 60g だ。これも 60g でした。これまでねちょうど使うぐらいだと思うんですけど、メタルジグとのね違いをちょっとやっていきたいと思います。ちょっと抵抗があるからね。いい、ちょうどいい。おおボラボラいたねそこに。ちょうどいいですね。 60g の、フィードポッパーぜひ皆さん使ってみてください。よく飛ぶしね。船からだと思うのでこれはおかっぱりでは珍しいかなと思うけど、こんな感じでちょっと空気抵抗がある分ね多少負荷はかかるかなと思いますけど、このバットがめちゃめちゃ強いんでまだ余裕あるかな。21053だとそろそろ結構曲がってるぞっていう感じではありましたからね。これはちょうどいいぐらい、ちょっと負荷かかってきたなーっていう感じかな。こんな感じです。やっぱでかい分ちょっと抵抗があるんであれですけど、多分このぐらいのは全然想定されてると思うんで使うのなんなら多分ちょうどいいぐらいだと思いますね。60g のフィードポッパーね。これから夏皆さん使うんじゃないでしょうか。じゃあアーマージョイントの 280、135g ですね。現実的なのはこのぐらいまでじゃないでしょうかね。これ以上はちょっと特殊すぎる感じになるんじゃないかなと思いますが、だいぶしなってますね。ちょっと長めに垂らし取らせていただきましょうか。さすがにおーボン飛ぶ。さすがにちょっと重てえなって感じはしましたけど、僕ね1754の、
シャウラーを持ってて、それで思いっきりしならせてベイトで投げるっていうのはこれかなり飛ばしやすいんですよ。よっ、同じぐらいのパワーあるって村田さん言ってたんで、飛ぶわ。ビビらないで振りかぶれば結構飛ぶ。これ船とかでも全然使えるんじゃないですか。使ってる人いますか？アマジョイントね、食いそう。よくできてんな。はい、21053と飛距離はさほど変わらない気はしますね。どっちもよく飛ぶ。あっちはかなりもう曲がっちゃってたんで常に使うには厳しいかなって感じではありますけど、これだったらおおちょっと踏ん張ったらね、逆に俺がやられるっていう。結構飛ばせます。結構飛ばせます。誰かこのキャスト上手い人に投げてほしいな。じゃあ最後ペグマですね。これが一番引き抵抗があってすぐ沈んじゃうんであんまり使いたくないんですけど、僕これ結構使うんでやりたいと思います。表飛ぶ。はい、飛びます。でペグマの引き抵抗やばもうすぐボトムついちゃうからこれ危な。頼む、根がかりしないでくれ、頼む怖いよっていう感じで、まともにちょっとペグマの使用感は使えませんけれども、こんな感じで曲がりをね、 120g の曲がりこんな感じです。よいしょ。はい、死闘から帰ってまいりました。こちらの2754、かなりバットパワーがあって、とはいえ先の方は結構使用感は柔らかいわけではないんですが、割と感度もあって扱いやすいような竿でしたね。21053と、一緒に投げてきたんですが、21053はこう無知のような投げ心地、スパーンと乾いたドライな感じですっ飛んでいって、こっちはどちらかというとブレードというか剣というか、なんかそういうイメージの使い心地ですね。硬いっちゃ硬いんですけど、こうバンバンと、軽快な使い心地とその秘めたるパワーが明らかにこう持って分かるぐらいのパワーがあるようなロットでした。使う範囲としては適合ルアーの数値を守っていただければ全部快適に使える数値かなと思いますと、竿の適合ウェイトってなんか上が使いにくいとか下が使いにくいとかあるんですけど、12から60までしっかり使えるような竿になってますんで、かなりバーサタイルには使えます。ただかなりパワーがありますんで、その辺だけちょっとお気をつけくださいというかね、このパワーをもってしてしかも繊細さも兼ね備えているようなこう振り心地だったり感度だったりすると思うので、4番パワー、5番におそらく近いのでかなり硬いとは思うんですが、とはいえかなりバーサタイルに使えるんじゃないかと思っているので、いろんなところで使ってみたいと思います。基本大物狙いの竿だと思うので、またシイラとかカジキとかね釣れちゃうような竿なんで、なかなか日本のフィールドで使うことは、最大のポテンシャルを使うってことはないとは思うんですが、かなり頼りになる竿かなと思います。80センチとか90センチとかのナマズを一回これでぶっこ抜いてみたいなと思っております。折れないきゃいいですけど、そのぐらいこうパワーがしっかりあって安心感のある竿なんで、振り心地も軽快なんで割と取り回しもいい。ぜひいろんな方にもね使っていただきたいなと思いますし、もし購入迷ってるとか買いましたよっていう方いらっしゃいましたら、コメント欄でコメントいただけるとすごい嬉しいなと思います。もし質問等ありましたら検証や質問にもお答えいたしますので、よかったら遠慮なくコメントください。この動画が良かったなと、役に立ったなと思ったらぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。